セリカは、トヨタ自動車が1970年から2006年まで製造、販売していたハードトップ及びクーペ型の乗用車で、日本を代表するスペシャルティカーの一つだ。スペシャルティカーとはスポーツカーの外見で、走行性能だけではなく快適性や居住性を重視した車を指す。有名なところでは日産シルビオやホンダプレリュードもこのジャンルに入るものがある。そんなトヨタを代表するセリカが新型となって復活するのではと噂されているため、心の準備を進めておくべく初代から7代目までをこの動画を作りながら振り返ってみたいと思う。通称ダルマとして知られているこのモデル。正面から見た際にバンパーのメッキ部がだるまのヒゲに見えることに由来する。登場時のボディタイプは2ドアハードトップクーペのみでアメリカで大成功したフォードマスタングに倣って好みのエンジン変速機内装を自由に選べるフルチョイスシステムを採用。エンジンは T 型 1.4 リッター 2T 型 1.6 リッター 2TB 型 1.6 リッターツインキャブ。外装は ETL-TST の3種、内装はベーシックデラックスカスタム。変速機は4速フロア、5速フロア、3速 AT から選択できた。ただし、ヤマハ製の 2TG 型 DOHC エンジンを搭載する最上級グレードの 1600GT はフルチョイスの対象外で専用エンジン専用内外装だった。その後、バックドアを備えた3ドアリフトバックも登場した。スペシャルティカー、セリカをどうぞ。仙台と同じくプラットフォームはカリーナと共通。この台よりトヨタアメリカのデザインオフィスがスタイリングを担当。空力重視のスタイリングであり、日本初の3次元曲面サイドガラスが採用された。発売当初からエンジンが 1.6 リッターから2リッターまでで6種類も用意されており、サンルーフ付きのリフトバックのモデルまで追加された。さらに6気筒の上級モデルのセリカ WX が登場した。これは当時ライバルであった日産フェアレディ Z の成功に刺激を受けたものであったが、X の連機が成人映画の指定度合いを連想させたため、輸出車はスープラと命名された。1979年8月のマイナーチェンジの際に名ばかりの GT たちは道を開けるとキャッチコピーが用いられたが、これは SOHC エンジンを搭載していた日産のスカイラインジャパンを挑発していたものであった。今ではコンプライアンスだとか言われ、ここまでのやり合いは見ることができないだろうが、きっと当時は学校や飲みの席などで、俺はトヨタ派、俺は日産派などと敵論が交わされていたのであろう。想像しただけで胸熱だ。1981年7月のモデルチェンジで誕生した3代目セリカ。車台はカリーナやコロナと共通で、仙台より一層スペシャルティカーの要素を強めて登場した。キャッチコピーは世界新セリカ。ソアラが誕生したことにより、ターゲットを従来より若い世代へシフトした。スタイリングの特徴は、シャープなウェッジシェイプボディと、セミリトラクタブル式ライズアップヘッドライト。ライズアップ式とは、使用時以外はヘッドライトレンズ面がボディ表面と統一面になって、ボディを低くしたり、空気抵抗を減らしたりするのに有効である。ただし、1983年のマイナーチェンジでリトラクタブル式ヘッドランプに変更となっている。なお、このモデルは2代目セリカ WX とほぼ同時期に発売されたため、セリカ WX の人気の陰に隠れる形となってしまった。そのため、セリカとしてはマイナーなモデルとなっている。1985年8月、4代目にモデルチェンジし、前輪駆動への大変革となった FF コロナ、カリーナのプラットフォームをベースにしているため、形式も T となり、セリカにはコロナクーペとカリーナ ED という姉妹車が生まれた。その後のトヨタ車やダイハツのクーペ風軽自動車リーザにも影響を与えた。日本国内におけるボディタイプはリフトバックのみとなり、ノッチバッククーペは日本国外専用となった。なお、トヨタでは4代目からリフトバックのことをクーペと呼ぶようになった。室内では一部車種にカラー液晶デジタルメーターを初採用している。1986年には 3SGTE 型 2.0 リッター DOH C ターボエンジンに
トヨタ初のレベルギア式センターデフを持つフルタイム 4WD を組み合わせた GT4 が登場。GT4 は映画、私をスキーに連れてっての劇用車として登場し、映画のヒットとともにスキー用の車両としての人気を不動のものとした。この頃から WRC への本格参戦を開始しており、1990年にドライバー、カルロス・サインツが日本車初のドライバーズタイトルを獲得した。5代目セリカ。スタイリングは曲線曲面基調の躍動感にあふれるものとした。気候面での最大の特徴はトヨタ初の四輪ソーダシステムの採用であった。また、パワーユニットはすべて2リッターに統一し、全体にパワーアップを図ったことで、最もパワフルな GT4 用の2リッターでは、40馬力向上して225馬力となった。CM にアメリカの俳優レディ・マーフィを起用したことでも知られている。オーディオは10スピーカーのスーパーライブサウンドシステムがオプション設定された。WRC 規格に合わせて性能を高めた GT4RC が存在したことから当時は走りを意識したユーザーが多かったことがわかる。このモデルの生産台数は5000台で、日本国内ではそのうちの1800台が販売された。この5代目は1993年9月に生産終了し、同年10月に6代目と入れ替わる形で販売も終了した。1993年10月にフルモデルチェンジを実施し6代目となったセリカ。新設計の車種はカリーナ ED やコロナエクシブと共通で、全モデルが3ナンバー化されるとともに構成が向上した。その上で重量は20キロ程度軽量化され、ラインナップはハイメカツインカム 3SFE 搭載で140馬力の SS1 と、スポーツツインカム 3SGE 搭載で180馬力の SS2 の2グレードが設定され、SS2 にはセリカとしては初採用のスーパーストラットサスペンション装着モデルも設定された。さらにスーパーストラットモデルの MT 車にはディスカス LSD が搭載され、オプションでスポーツ ABS も選択可能とし、スポーツ性能を高めた。1994年2月には WRC 使用車が日本国内限定で2100台販売された。他にも同年9月には日本国内で3代目となるコンバーチブルも発売されたが、7代目セリカでコンバーチブルの設定がなかったため、このモデルが最後となる。また、トヨタの 4WD のスポーツカーも2020年発売の GR ヤリスまで途絶えることとなった。1999年9月に登場した7代目セリカ。ライトな新感覚 GT をテーマに 1.8 リッターエンジン搭載の前輪駆動専用設計とすることで1000台に対しマイナス60から90キロと大幅な軽量化を図り、高速走行時の安定性や運動性をさらに向上させた。4WD の GT4 がなくなり、さらに1000台から排気量が 200cc ダウンしたが、新開発の WZ 系エンジンはトップグレードの SS2 では190馬力を発揮する。また、エントリーグレードの SS1 では実用エンジンを搭載していたが、同型エンジンを搭載する車両の中では最も高出力の145馬力となっていた。車格の低いカローラレビンやスプリンタートレノとの統合を実施し、ライトウェイトクーペとコンセプト変更したが、国内新車登録台数の累計は27,013台にとどまった。これにより、セリカは7代36年の歴史に一旦幕を下ろした。ここまで初代から7代目までを一気に見てきましたが、新しいセリカ登場に向けた心の準備は整いましたでしょうか。私はセリカといえばダルマのイメージが強かったのですが、初代が41万台と多く出ていたことが影響していたのかもしれません。個人的にはカストロールカラーの 4WD が一番かっこいいと思うのですが、皆様はどのセリカがお好きでしたでしょうか。新しいスペシャルティカーの登場に期待しつつ、今日の動画はここまでとしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでお付き合いいただいた車好きの皆様は、ぜひいいねチャンネル登録をお願いします。それではまた会う日まで。さよなら。
さよなら、さよなら。